クロワッサン、それともロールパン？オープンコロッケを添えて。どうも、晴れ女小麦です。その話題久しぶり、ハク様です。めっちゃいい天気じゃん。鳥の鳴き声に癒されますね。毎年ビアの実を食べてるのこの鳥じゃない？許すまじ鳥。でもまあ地球の恵みは生きとし生けるもの皆でシェアしましょうか。ババアが仏のようになってる。最近始めたポッドキャストでスピや自己啓発系の発信をしてましてね。YouTube ポッドキャスト毎日更新してるね。他人に発信してるふりをしながら実は自分への戒めのような内容なんですよね。話す瞑想みたいな感じだね。皆さんもぜひ心を整えるツールとして聞き流していただければ幸いです。今回の記事は米ぬか 20%、加水率 65%。今日は何を作るの？変なクロワッサン作ります。いつも変だからいちいち変ってつけなくてもいいよ。バターの代わりにマヨネーズ。変なの？このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリワで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。概要欄には米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所ハッピーシェア小麦店などいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。皆さんの反応が私の励みになります。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。さてさて買い物に行こう。今日も卵が絶好調。昨日いつも依頼されている幼稚園のお遊戯会の撮影に行ってきました。それは癒されるね。旦那は写真、私は動画担当です。毎回ご依頼ありがとうございます。年少さんだった子供たちが年長さんになって立派に舞台に立ってる姿を見るとほんと毎回泣けてくる。それはやばいね。涙腺洪水不可避だ。心をリフレッシュしてカーリバ入りした私は今、仏のような凪の心なんです。いつまで続くのかな。さあ、変なクロワッサンを作っていこう。おかずは何を作るの？適当なコロッケ。変とか適当とかさ。コロッケのルーツって知ってる？海外から来た料理なんだろうなってのは知ってるよ。それではちょっと雑学タイム。コロッケのルーツは17世紀フランスのクロケット。語源はバリバリ噛むという意味のフランス語クロッケーだそうです。当時はホワイトソースを用いた今でいうクリームコロッケに近い贅沢な宮廷料理でした。日本へは明治時代に伝わりましたが、当時の乳製品は非常に高価で、一般家庭には手の届かない存在でした。そこで安価に手に入りやすかったジャガイモを代用したのが日本流コロッケの始まりです。西洋の技術と日本の食材が融合し独自の進化を遂げました。昭和以降は精肉店がラードで揚げるお惣菜としてのスタイルが定着。フランス生まれのおしゃれな一皿は日本の知恵とユーモアによって今や誰もが愛する最強の国民的ソウルフードになったとさ。そういううんちくも入れていくんだ。皆様のためになるチャンネルを目指しています。ためになるのかな。さあ、少し発酵が足りない生地を成形していくよ。発酵不足の自覚はあるんだ。今回も湯煎発酵システムなしでいけるかなと思ったんだけどな。エアコンがお掃除モードになっててほぼ止まってたね。油断してました。そんな機能があることすっかり忘れてた。クロワッサンをマヨネーズで作るの？バターの層の代わりにマヨネーズを使うってだけで仕上がりはほぼロールパンだと思う。じゃあロールパンってネーミングにすればいいのに。参考にした海外のショート動画にクロワッサンって書いてあったんですよね。また海外レシピパクってんな。今日はコロッケも作らないといけないから忙しいぞ。でも適当コロッケなんでしょ？揚げないしね。それコロッケじゃねえな。今
今回もベンチタイム前に少し平たく伸ばしておく。この一手間が後々の作業を楽にする。最初に平たくした生地はベンチタイム終了したとみなす。回転率早っ。今回はこの成形を試してみたかったんですよね。またぶつけ実験会？ちなみに海外のショートではちゃんとバターを塗ってました。ババアのマヨアレンジ。切り込みを入れて三角形にパタンパタン。よくババアがやってる成形じゃん。ここからさらに半分にカット。一つの成形で2個のパンができる算段ですな。ちょっとマヨネーズ塗りすぎた。めっちゃはみ出してくるじゃん。ちょっといびつになったけど、こんな感じで量産しましょう。過去に何度かマヨネーズを油の代わりに塗るパン作ったね。そう、なので味は保証しますが、なかなか成形が整わないな。だから事前に練習をしろとあれほど。よし、最後の1個。合計16個のロールパン。クロワッサンね。どっちでもいいよ。ほんじゃ、しっかり卵を塗りましょうか。テッカテカにしてやんよ。見た目が良くないのでごまでごまかそう。ダジャレかな。それじゃあ焼いていく。美味しくおなり。180度の上下ファンヒーターで20分。さあ急いでコロッケ作ろう。そんな時間あるの？コロッケそこそこ面倒じゃん。私がこの後に及んで面倒な作業をチョイスすると思いますか？天地がひっくり返ってもそれはないね。なんでじゃがいもの皮を残してるの？まずはじゃがいもをレンチンしましょうか。無視した。ババアさては皮食べる気だな。じゃがいもをレンチンしている間に他のコロッケの具材を準備しましょう。玉ねぎの上下をカットして水につけておいたら皮が剥きやすいんだって。今皮どころか玉ねぎの一層目剥いてなかった？目が悪いから薄皮を剥いたつもりが一層目丸ごと剥いちゃった。今度は頑張って薄皮剥いてるね。水にさらしてたらマジで剥きやすかった。かさ増しに小松菜も入れちゃえ。あんまり見たことないコロッケの具材だな。小松菜の根っこも残したな。小松菜はみじん切りにしてやりましょう。また無視した。確実に晩ご飯はじゃがいもの皮と小松菜の根っこ炒め。そうしたら具材を炒めていくよ。大さじ3杯の油。マヨネーズね。そこに鶏ひき肉をダイブ。今日マヨネーズの使用率高いな。マヨネーズで炒めるとすごいいい香りがする。これご飯にのせたい。
そこに非常識な量の玉ねぎをイン。いや、多いなとは思ったんだよね。味付けは合法パウダー。この玉ねぎ先週買ったから使い切りたくて。また無計画に買い物するから。そして小松菜をドーン。かさ増しの鬼。この中にレンチンじゃがいもを混ぜていく。炒めた野菜の水分はじゃがいもが吸収するシステム。面倒なのでアラマッシュにしといたろ。何アラマッシュって。チーズは正義なのでゼロカロリー。違います。もうちょっとじゃがいも買えばよかった。ちょっと水分多いよね。じゃがいもを合流したら 98% 完成しました。残りの 2% は3分で仕上げます。耐熱容器に移します。マジで揚げないんだ。残りの 2% を作ります。パン粉をダイレクト。パン粉に油を吸わせたら色がつくまで炒めるだけ。これカロリーかなりカットできるんじゃない？コロッケをどうしても食べたいダイエッターの皆さんにぴったり。色がつき始めたら早めに火を止めてね。余熱でも焼き色が進行するからね。よっしゃ、これくらいにしといたろ。良いきつねだね。はーい、コロッケ完成。うすうすそうじゃないかとは思ってたけど、爆速コロッケだな。パン粉はたっぷりめの方が美味しいです。でもあんまり乗せると血糖値が上がるんじゃない？食べるときはパン粉を避けて食べます。意味ねえな。まあ私の分のパン粉は旦那氏の胃袋に収まるので大丈夫。まあパン粉がたくさん乗ってた方がコロッケ感はあるよね。スイーツとサラダを準備しましょうか。もぎたて八作がみずみずしいね。ちょっと色づきが弱いけどクロワッサンも完成。200度で焼いてもよかったかもね。まあ時間がないのでこのままいただきましょう。ちぎりロールパン結構美味しそう。クロワッサンね。どっちでもいいって。完成しました。マヨクロワッサン。適当なコロッケを添えて。それではいただきましょう。なかなかダイナミックな構図のランチだな。四角いのが2つ並んでるしね。
さあ、オープンなコロッケを食べてみようかしら。パン粉がサクサクいってんな。中濃ソースかけてみよう。ウスターじゃないんだ。私はウスター派だけど、旦那氏はとんかつソース派なんですよね。で、中を取って中濃？お互いに妥協してみた。それどっちも得してないよね。本当だ。このマヨクロワッサン、食感が全然クロワッサンじゃないけど美味しい。完全にロールパンだよね。もしかして海外レシピの生地酵母入ってなかったのかな。多分そうだと思うよ。それにしてもどっちもめっちゃ美味しい。普通にマヨネーズパンが美味しい回だったね。このオープンコロッケは過去に何度か作ったけど、多分誰が作っても失敗しない。手軽でいいよね。サクサク感も味わえるし。思った通りのパンじゃなかったけど、マヨクロワッサン美味しかった。また見てね。マヨロールパンね。バイバーイ。何も言わず